はい、というわけで本日の動画なんですけれども、万葉ツールさんご提供によります新製品のご紹介と、なんとか重工万葉ツールさんのコラボによりますコラボツールの紹介をさせていただきたいなと思います。万葉ツールさんとなんとか重工では、過去に2度ほどコラボ製品の方を制作して発売させていただいているんですけれども、覚えておりますでしょうか。こちらのスピーディオエッセンの ATC ユニットの構造的に使える台形フェイスミルであったり BT30 においてはですね、やはりホルダー込み込み全長がだいぶ変わってくるよということで、ショートコレットホルダーとかっていうのを、なんとか重工と万葉ツールさんでコラボ製品の発売をしていたわけなんですけれども、今回もその一つとなっております。はい、ちなみにこちらもね、なんとか重工万葉ツールさんのコラボ商品となっております。万葉ツールさんで購入することができますので、こちらもねよろしくお願いいたします。はい、というわけでやっていきましょう。はい、では数があるということで、今回ね紹介していくツールをまず先に紹介していきたいなと思います。万葉ツールなんとか重工コラボによる製品としてもう発売されておりますこちらの丸コマ T スロットカッターとでも言うのかな。はい、こちらねモジュラーシャンクというやつですかね。モジュラーヘッド仕様となっておりまして、ご覧のようにアーバーにねじ込みで固定するような仕様の丸コマ T スロットカッターとなっております。こちらもすでにメットで発表されて、販売開始されているモデルとなっております。こちらなんとか重工万葉ツールさんによるコラボ製品となっております。そしてコラボ製品候補とでも言うのかな、まだ販売はされていないんですけれども、超ショートサイドロックホルダーとなっております。こちらのサイドロックホルダーは BT30 においてはですね、基本的にゲージラインから単面までの長さが 45mm というものが最も短い最短のホルダーとなっていますが、そこを下回ってきている、ゲージラインから 32.5mm の非常に短いサイドロックホルダーとなっております。そしてサイドロックホルダーでありながら、こちらねちょっとシャンクの横に半円の穴が開いているのが見えるでしょうか。こちらサイドスルーも使用可能なサイドロックホルダーとなっております。万葉ツールさん、ご覧のようにサイドロックホルダーもともとラインナップございますが、ここら辺がね、非常に長めのラインナップとなっております。 BT30 においては、BT40、50においては短いものもあるんですけれども、 BT30 においては長めのものがあるんですが、今回私の要望で、非常に短いものをご用意いただきましたと。こちら参考出品というか販売開始されていないように思います。今私が確認している範囲では、国内ではサイドロックというのがねあんまり侮られているというか主流になっていないホルダーなんですけれども、今回の動画を見てもしよろしければね、感想をお聞かせいただければと思います。発売されるのか否か気になるところでございます。万葉ツールさんの新製品となっておりますこちらのアリ溝カッターとでも言うのかな。はい、いわゆるこのアングルカッターとでも言うのかな。こういうやつですよね。こういうソリッドツールであったりスローアウェイツールっていうのは販売されていると思うんですけれども、こちら ISO 規格によるチップとなっておりますので、非常に安価で選択肢の多いチップ選択が可能となっております。ちなみにチップ提供はサクサクさんにチップ提供いただいているというふうに伺っております。シャンクタイプ、アーバータイプとでも言うんですかね、のものもありつつ、これちなみにシャンク径 25mm となっているんですが、BT30 でこのサイズのねシャンク径ってなかなか扱いづらい、でもこのヘッド系は欲しいなんていう時には、はい、こちらモジュラータイプをご利用いただきましたら、ご覧のように汎用のアーバーに取り付けて、それなりに大きな径のカッターも使用できるというふうになっております。そして、先ほどね紹介いたしましたこちらも ISO 規格のチップとなっておりまして、今回はタンガロイさんにねチップのご提供いただいていると伺っております。そして最後に一番今回特殊なんじゃないかな、こちらの六角ブローチホルダー、はい、となっております。ミーリングチャックに加えております、今回紹介するのはこちらですね。六角穴が切れるホルダーとなっております。はい、
これらの紹介を順次していきたいなと思います。動画の目次を用意しておりますので、これが気になる、これが気になる、これが気になるっていうのがありましたら、ダイレクトに飛んでいただいても構いません。はい、興味のあるやつを見ていただければなと思います。はい、というわけでね、まずはマルコマティースロの加工をやっていきたいなと思います。私がなんでマルコマのティースロが欲しいかって言ったら、やはりアンダーカットを加工したいというのがメインのところですね。例えばの話、マシニングといえば書くものっていうなんかそういう固定概念あるじゃないですか。別に丸物もやりたいじゃないですかって言った時にですね、旋盤っぽい加工をした時に、円筒の横側から溝入れバイトであったりとかものでこうくぼみをつけるような加工とかってマシニングは苦手になるじゃないですか。なんでかって言ったらアンダーカットになるから。そういったところをフォローしてもらったら嬉しいなっていうところでマルコマティースロっていうのが出てきたということでございます。というわけで、思いつきのところから始まったということで丸物っぽいものからまずやっていきたいなと思います。はい、側面での加工をまずは思いつくと思うんですが、ご覧のようなフェイスミル的な加工も可能ですと。そしてやはりここからはいご覧のような側面の加工ができますと。アルミなんでね、何のことはない加工と、そんなに負荷も上がってないかなと。主軸負荷らしい負荷は上がってなくてですね、軽く加工しているという感じですね。現在粗加工中と。結構ねアーバーの突き出し長く取っておりますけれども、ご覧のように加工できますので、そこそこの長さのワークであったり深さのワークっていうものにも、少なくともアルミであれば対応は難しくないかなといった感じですね。はい、粗加工終わりまして、今から仕上げ加工と。で回転数結構上げました。アルミなんで遠慮なく上げて、加工時間短縮していきたいなというところでございます。はい、では仕上げていきましょう。ほんまにくらいのピッチで下げていっているって感じですね。スパイラルで下げていってるという感じですね。言いたいことはわかる。旋盤でやった方が早い。言いたいことはわかるんですけれども、マシニングでもそういうことが可能ですよという選択肢を増やすというところでございます。いちいち全部丸物だから旋盤しかできないっていう固定概念にとらわれていると、今旋盤いっぱいだからこの単品が入らない、でもマシニングは空いている、じゃあマシニングでやった方が売り上げにつながるんじゃないのかっていうところで、選択肢を増やすというところで、丸物もできていいよねっていうところでございます。はい。ただ、丸物をやりたいからアンダーをやるっていうわけではないですよね。はい。もちろん、別の形状でもアンダー加工できますので、これはあくまでも1サンプルとして見ていただければと思います。そろそろ終わりかな。旋盤だったら数秒で終わったであろう仕上げを10分ほどかけてね、仕上げましたけれども、能率だけ考えたらそれは旋盤の方がいいんですけれども、先ほど話した通りですね、1個ものの時に設備をうまく使うとかね、そういった選択肢にも丸物の場合になるかなというところで、ちょこっとやらさせていただきました。はい。ここら辺で仕上げが終わりましたら、面作の仕上げもやりつつ、この工具での加工は終わりと。はい、アンダー 3D 加工が終わりまして、面作の仕上げを行いまして、はい、マルコマティースロの加工が終了いたしました。はい、ご覧のような仕上がり感となっておりますね。クーラント飛ばすか。良さそうですね。
なかなかいい感じだと思います。はい、というわけでですね、丸物に限らないよというところで、角物の材料からの加工もやっていこうかなと思っております。ご覧のようにですね、ペースミル的な、あるいはカッターのような形でですね、粗取りも結構使えるなというふうに使っていて思いました。ただ、一発目はいいんだけれども、どんどん深くなっていくにつれて90度の立ち壁のところの肩のあたりで R がねたくさん当たるとねちょっとビビりやすかったりするので、そこら辺は適宜調整が必要かなというところは思いましたが、粗取りもご覧のように加工が可能です。で、側面の粗取りを行いまして、アンダーカット部分を粗加工を終わらしますと、後に、またねアルミなんで条件ガチ上げで仕上げ加工を行っていくと、形状的には丸から四角へ移行していくダクトのようなものをイメージしてモデリングしております。はい、こんな感じでできましたと。でもろもろの形状を加工していくという感じですね。アンダーのテストカットだけだったら今のやつで十分なんですけど、一応それっぽい形まで仕上げていこうかなと思っております。でこれは裏返しして粗取りして中の肉を抜いているという状態ですね。はい、もう種子全然違うんですけどね、マヨさんの工具の紹介の趣旨全然離れてるんですけども、こんな形状を作ってみましたと。はい、なんとなくこんなものを削ってみましたと。はい、バリバリのアンダーでしょう。で丸物じゃないよっていうことをねやりたくてですね、こんな 3D アンダー加工をやってみました。はい、裏側を彫り込んだのはなんとなくでございます。丸形状をなんかこう四角形状に変換するようなこうダクト的なものをイメージして作ってみましたけれども、意図はありません。アンダー加工を 3D でやりたかったというそれだけのものでございます。はい。はい、というわけでね、アルミの加工を見ていただきましたということで、ある程度ね、丸物だけではなくて、アンダーカットであれば形状ものもね、できますよというところをアルミでやりましたので、ちょっと鉄の方の加工条件を見ていきたいなと思います。見えておりますワークは SS450 の材料となっております。そして見えておりますツールは 80πR6 の工具となっております。R6 ですので π12 のチップが載っている状態となっております。ラインナップの中では一番R チップが大きいものとなっておりますので、一番負荷が大きくなるものとなっております。ホルダーをね短くしております。はい、さっきアルミ結構長めのホルダーを使っておりましたが、鉄を加工するにあたって負荷が高くなる都合で、合成を上げるために短くしております。これであれば側面の加工の際に R ベタあたりでもギリギリ加工できるように BT30 でもなりますが、できるだけ負荷を下げて加工できるように千鳥のね千鳥っぽい切り込みのねパスを用意しました。一回切り込んだところ、いいわ、やろう。はい、加工します。はい、これ径方向でいうところ2ミリ切り込んでおります。でこれを高さ分ちょっとね加工していくという感じですね。愛知では今年初の積雪ありました。工場今めちゃくちゃ冷えております。はい、はい、これで、高さ分加工が終わりました。この後さらに径を切り込んでいくわけなんですけれども、高さをちょっとずらすんですね。はい、それで、R のベタあたりを防いでいくと、千鳥的な切り込みを行っていくと。これで R のベタあたりがだいぶマシになりますので、
このね R がベタ当たりした時に一番負荷が出ますので R のベタ当たりを切り込みをずらすことによって防いでいくと。はい、ちょっと長いから早送りしましょう。まあ傾方向をね無駄に多く切り込んでしまいましたので随分時間がかかってしまいましたが、まあ何が言いたいかっていうと、まあ千鳥的な切り込みをすることによって R のベタ当たりを防いで、切削抵抗に対する手加減を設定してあげれば BT30 でも丸 12mm、R6 ミリのチップで、鉄の加工もできますよというところを言いたかっただけでございます。なんて言うんでしょう、誰でも簡単に使えるツールなのかって言われたらちょっと違う玄人向けのツールかもしれませんが、中級者以上向けのツールかもしれませんが、まあこういうのを使いこなしていくっていうのもまた一つね、加工の底上げになるかなと思います。まあこんな感じに削れました。荒らし上げをね、同じチップでやったこともあって、ちょっと中心、ここね、白くなってますけれども、まあ問題なく加工はできておりますと。はい。こんな感じですね。はい、裏側こんな感じ。はい、ではね、サイドスルー対応の超ショートサイドロックホルダーの方に移っていきたいなと思います。ご覧のレイアウトを見たことある人おるんじゃないでしょうか。ケナメタルさんのね、レビューの時にしたレイアウトですね。というわけで、とりあえず加工していきましょうか。何をやるか、ケナメタルさんの動画見た人はわかるかもしれませんが、フルスロット加工で今やったパスをやるということですね。で、今回違うのは、ホルダーがご覧のものになったっていうことと、前回ですね、ファイ10のエンドミルで行った加工をファイ12にしました。はい。BT30 においては、8はね、イケイケ系のカタログスペックを割と素直に加工ができるんですよ。うちのスピーディオさん BT30 とはいえ。10パイからね、結構怪しくなってくるっていうところと、もろもろの諸事情で前回10パイにしたんですが、今回はこのホルダーであれば、12いけるんちゃうかなというところで、やっていきましょう。負荷も取っとくか。で、いきましょうか。はい。こういうことですね。さすがにやっぱりあれか。さすがにそこそこ負荷でかいですね。はい。こういうことなんですよ。機械も工具も一緒なのに動画でやった条件が再現できないパターン、たまにお聞きします。ほぼほぼホルダーの選定がね、フィットしていないっていうことが多いんじゃないのかなと思います。工具と機械だけではないんですね。間を取り持つホルダーっていうのが非常に重要であるということで、今回、超ショートサイドロックというものを試させていただきました。超ショートコレットホルダーっていうのもやりましたが、今回サイドロックということで、ファイ12の工具を使いましたけれども、サイドスルーが可能なサイドロックホルダーで 30mm 台のホルダー帳っていうのはまあこれしかないということで制作いただきました。サンドビックさんとかケナメタルさんとかそこら辺のラインナップを見るとですね、ウェルドンシャンクという、まあ、いわゆる切り欠きフラット面が用意されたエンドミルというのは当たり前のようにラインナップされているわけなんで、まあ、海外ではこのサイドロックでロックして加工するというソリューションが非常に普通に使われているということで今回やりました。今回のねこのサイドロックね、もし販売されるとしたらば結構安価になるんじゃないですか。少なくともコレットよりかはコレット買わなくていいし構造シンプルだしということで、はい。で、まあ BT30 においてはこの短いサイドロックっていうのがそもそもなかったっていう点と、サイドスルーがね採用されたことによってご覧のような溝加工でも切り子の除去力っていうのはね非常に有用性があると。
はい、では次の加工をやっていく前にちょっと準備としてね、下準備していきたいなと。先ほどのサイドロックホルダーに再度ご登場いただきまして、ちょっと準備していきましょう。まあほんのちょびっとばっかり細かい準備もしつつ、冒頭でも紹介しました角度付きのカッターということで、こちらの方を加工していきたいなと思います。いきましょう。これ綿作だね。はい。綿作してますね。作ってるものの用途的にここの綿作しといた方がいいですということで綿作してました。はい。次が、段付きの部分でね、角度をつけていくところですね。クーラントほとんど当たってないけど、前は。今回は当たってる。これ粗通りと。次仕上げ。はい、加工の方完了いたしました。ダブテールカッターでここの面とここの面とそしてここのアングル部分を加工しました。はい、というわけでこちらがね、ダブテールカッターで加工したワークとなっております。はい。そしてこちら MST さんのワークホルダーとなっております。はい。そしてこちらのワークホルダーに保持するための加工を今行ったということですね。このダブテールカッターのあれですね、モジュラーヘッドの方でやりましたということです。さあ、ちょっとセッティングしてみましょうか。MST さんも万葉ツールさんもホルダーメーカーということでライバルメーカーだと思うんですが、普通こういうのはね、ライバルメーカーの製品は映り込むことは避けるんですけれども、持ってきたのは社長なんで問題ないでしょう。はい、ではセットしていきましょう。こちら溝を切りましたが、こちらにピンが入っております。こちらのピンで位置決めされると同時に、こちらのアングルカッターの角度と同じ角度がここに刻まれておりますので、ここにセットすると、はい、セットすると、そしてここのネジね、ここのネジを締めると。現時点で今締めてないんですけど、横ずれが起きにくくなっていると、ピンのおかげでね。はい、そして締めると。これは2箇所締めると。これでワークの固定ができまして、こちらを加工することができるんですが、これ何主軸につけるのって思うじゃないですか。はい、こちら機械側に取り付けするベースとなっております。はい。で、ここにねボルト穴がありますんで、フランジとかにこう固定することで機械に固定すると。こちらをこう入れまして、ここを締めますと、今動いてるけど、これを締めますとしっかりと固定されて、この状態で加工することができると。そしてこちらのワークを交換するときはこれを緩めて、はい、簡単に外せます。別のものを用意しておいてこうねセッティングしていくというようなことができますと。加えてね、このベースを仮にこちら向きの加工をやります、こちら向きの加工をやりますっていう風にね、何種類かセッティングしておくことで、1工程が加工終わりましたら2工程目の方に設置し直して、方向が違う加工を行ったり、5軸に乗せるとかね しましたらですね、非常に簡単に脱着が可能になっておりますというジグに使うこともできますし、他に例えば汎用的な使い方としましてはですね、ご覧のような製品を作った後に2工程目で使うジグ、こんな感じでね使うジグを作った際に、この底面と角の盗みを行うとかね、ちょっと分かりにくいかもしれないです。ここね盗みが入ったという感じですね。と同時に面作もねここできているということで、盗みも取れるし面仕上げもできると。角に当たって浮き上がりがあるとかっていうことがないようにできると。ギュッと
グッと。で、反対側をね、加工できるようになってくると。というわけで、表裏加工してご覧のような状態となっております。なんとなくこうベアリングが入りそうな段差、そしてプーリー的なものとしました。はい、なんとなくタップも立てたと。ただこういうものでございますと。はい。結構綺麗に仕上がったなと思います。丸コマチップであったりひし形チップといった ISO 規格のチップを使ったオリジナルホルダーを作成することができるということで、こちらのようなですね、正方形のチップを使った両面取りであったり T スロットカッターといった万葉ツールさんのラインナップがあるんですけれども、どちらかというとラインナップというよりも万葉ツールさんでは ISO という一般規格を使ったかゆいところに手に届くツールの作成っていうことを、主によくやっていらっしゃるということで、はい、こちら、こちらオーダー制作をした規格化されていない何に見えますか？まるで T スロットカッターのように見えるんですが、 T スロットカッターとは違いまして、ご覧のようにチップが下側にしか搭載されていないということで、こちら薄型なんですけれども、径に対してフェイスミルとなっております。鋳物だったりダイカストであったりとかの、こういったちょっと少し覆いかぶさってくるような形状が潜り込んだところの面仕上げをするために作られたフェイスミル、薄型フェイスミルということです。逆にね、上側にチップをつけることによって潜り込んだ上側をフェイスミル的に仕上げることもできる、アイディアとしてはね、そういったオリジナルの作成も行っていると。というわけでね、最後のツール、今回のラインナップの中では一番一般的ではない六角穴を掘るためのツールとなっております。見ていただきます通り、こちらですね、ここ回るんですね。工具回るのは当たり前やろと思うかもしれませんが、本来回るのはこの主軸側でございます。主軸側が回ることに加えて、工具自身もこのホルダーのベアリングによって、回ると。主軸の回転軸に対して、これの回転軸も実は傾いているんですね。なんやねんみたいなね。なんやねんっていうことなんですが、この軸の傾きのおかげで六角穴ができるということになっております。言葉で説明されてもわからんと思いますので、当然ね、加工していきたいなと思います。私も実は初加工なんで、怖いっちゃ怖いですけどね。行きましょう。まだ当たった、これ。この状態。いけてるちゃんとこれ。怖っ。いや、こんなんやったことないからな。いけたわ。なんか、なれへんな。まだこんな程度じゃなれへんな。でもなんか、問題なくいけてるような感じですね。当たった瞬間に止まる。そして、変軸運動によって切り込んでいく。なんかトコ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 っていう、ちょっとした打撃音というか、なんかそういうのが聞こえますね。加工終わりです。角がね、ちゃんと切れているように見えますよね。これ六角、見えてますかね。六角になっているように見えます。ここを切り替えてるんで、ちょっと角が足りないかもしれないですけど。で、こちら、10ミリの六角レンチ。入るわ。ちゃんと入るわ。というわけで六角穴の加工無事に終わりましたと。こういった工具、実はですね、今回初めて世に生まれてきたわけじゃなくて、昔からあるにはあった、知っているには知っていた、使ったことは初めて、そして、基本的にこういったツール、海外のものが
ほとんどだった。国内メーカーが出してるっていうのは私知らないんですけれども、今回、日本のメーカーである万葉ツールさんが出してくれたということで、普段輸入していた使っていたものに比べるとお安くなってるんじゃないのかなと思います。加えてちょっと特徴的なのが刃の部分、だいたい配数を使われてると思うんですけれども、私が知ってる範囲では今回調光のものを装着しておりまして、加工しております。普通配数だったと思う。言っておくことってそんなにないと思うけれども、キャップボルトとかの六角穴、あれ単造で作られていますが、今回は切削、切削で作っておりますので、穴底にねちょっと切り子がある。っていうところは注意点かなと思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。本日は万葉ツールさんの新作のツールを紹介させていただきました。皆様は印象に残られたツール何だったでしょうか。私がリクエストをして作っていただきましたマルコマティースロがやはり汎用性と特殊性を兼ね揃えた面白いツールかなと思っております。 BT30 で使うならば一番チップ系の小さい Φ8 のチップ、R4 のチップ、今回使ってはいなかったですけれども、なぜ使わんかったかって言ったら制作抵抗が小さいので、余裕で使えるの分かりきってたから他の大きいチップ系の方を優先しただけなんですが、切削抵抗のことを考えるとやはりチップ系が小さい方が切削抵抗小さいですので、そこら辺のサイズラインナップがあると汎用性がより高まるかなというふうに感じました。はい、そしてサイドロックホルダー、こちらも私がサイドロックが荒取りにいいんだったらより短い方が BT30 の荒取りにはもっといいんじゃないのかっていう思いついたまんまのリクエストをしたツールとなっておりますが、実際ね、ケナメタルさんのところの以前レビューしましたハービー 1TE のΦ12を45度のランピング価格のフルスロットで加工が粛々と行えるホルダー合成となっておりますので、非常に使いやすいのかなと思います。あと最近万葉ツールさんISO 規格のチップを搭載するアーバー、シャンクもろもろ力を入れてらっしゃるんですかね。他にも T スロットカッターっていうのもホームページの方に載っておりましたので、そこら辺も含めて既存ラインナップのものだけじゃなくてですね、オーダーで制作していただくことも可能なんでね、 ISO チップでこんなのを作りたいな、こんなのをやったら業務はかどるのになみたいなねご相談もしていただければいいのかなと思います。そして、最後に加工いたしました六角のブローチツールだったかな、あそこら辺もジグ製作とか、我々もねネジ切り加工して自分のところでジグ作ったりとかするんですけれども、ネジを作ってもじゃあそれを回すためのツールって外六角とか二面カットとかぐらいしか選択肢がなかったんですが、内六角が切れるっていうのもまた一つね選択肢増えるんじゃないのかなと思います。というわけで本日の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。